にちは。今回はグノーシア第12話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。特殊エンディング。ジナ追悼エンディングじゃん。バッドエンドみたいな終わり方。こんな別れ方は悲しすぎるよ。この宇宙のジナの人生はここで終わりなんだよな。1クール目の最後にこれ持ってくんのすごいね。本当に色々飽きさせないなこのアニメ。今回ジナ視点で進むわけだなって納得のラストだった。万が一の治療や処置の可能性がありそうなコールドスリープじゃなくて、死を選んでしまった世界線があるという辛さ。もうこのジナには会えないのつれ。制作陣の中にジナ推しがいるとしか思えない力の入れよう。そしてなんやかんや乙女もかわいそうだった。カミングスーン。連続にクール。2026、次来年かよ。カミングスーンがこんなに間隔狭いのなかなかないわ。本当にスーンで笑った。また来年。この1時間どっちも面白くて2クール。最高だな。女性キャラとの恋愛イベント全部泣ける。これからも一緒にいてあげられないの辛すぎる。ユーリくん、ジナちゃん泣かせないで。有利ループ隠すの面倒くさくなってない？ジナは原作スタッフに愛されているとの噂は聞いていたけど、めちゃめちゃ気合い入ってる。1クール目の最後にこの話持ってくるの、さすがに脚本うますぎるな。ジナの葛藤が痛々しくて辛かったな。あとジナのお母さんが坂本真綾でビビったね。嘘つくのも人を消すのも嫌がる人狼って発想がすごい。キャラ設定の妙が冴えまくってて本当にすごい。エンディングも違うの粋な計らいすぎる。この話はゲームでもめちゃくちゃ好き。映画みたいな終わり方しやがって。そんなバッドエンドじゃないっすか。なんで前回ハッピーエンドだったのにこういうことするんです。ジナちゃんいつもコールか死んでない。また攻略してる。逆だ、これはユーリが攻略されてる。めちゃんこヒロイン力高いやん。恋愛イベするには日数短すぎませんか。人が恋をする瞬間は一瞬だよ。ユーリがループしてるから目覚める前を覚えてないだけで、ループ開始前に何らかのつながりがあった可能性はあるので、ゲーム的にもループごとにキャラクター同士の好感度が違う。ゲームで夜の時の曲だ。いい曲だよね。ゲーム BGM を素晴らしい形でエンディングに投入してきたな。頭の中に勝手にビヨンドタイムが流れてくるエンディングだった。優遇されてるのか。銀の鍵、原作だと細かい描写なくてほぼ船員の話でしか世界設定出てこないから、アニメで掘り下げがあって嬉しい。銀の鍵明かすことで人と距離詰められるの便利だな。説が塩対応気味なのはこういうの見せられすぎたから説。めちゃめちゃ気合い入れて作ってくれてありがたい。アニメだけじゃなくてラジオやグッズ展開もすごいんだよな。おぞましき実験動物。ただの面白い動物だと思っていたけど、案外そこらのゴングよりはよほど人がましい顔をするじゃないか。乙女は声が可愛すぎてブノーシアになってるとギャップでめちゃくちゃ怖い。ジナは確かにかわいそうだけどさ、相方が突然自分を巻き込んで自爆し始めた乙女のがかわいそうじゃね。有利消そうって提案に反対された挙句に巻き込まれ自爆みたいな形で CS された乙女がどんな感情で凍ったのか考えると、おっかないイルカが攻めてくるわけだわ。宇宙進出できるくらい文明が発達してもうさんくさい宗教は健在。星船の電脳化って富裕層向けのサービスくらいに思ってたから、こんなガチカルト集するものだとは。 PV 見てるとようやく2期でユリコが目立ちそうな感じ。今回みたいなシュテコールドスリープもないわけではないけど、珍しく弱かったねユリコ。グノーシア界はもう1回ぐらい見たいけど、グノーシア嫌がる人たちのイベントを丁寧にやった後だと気まずいな。銀の鍵やれユーリ。はい。銀の鍵は早く具のユーリコちゃん世界線見せて役目でしょ。絶対に悪い女になる確信できる。ジナの視点で進む展開がなんだか新鮮で、嘘と人の葛藤と有利の思いに心を打たれました。エンディングの入り方も秀逸すぎる。
後半は真相編とのことでめちゃ楽しみです。秋を代表する傑作でした。第2話と対になるような話。徹底的に有利を欺いた2話と違って別人のように嘘を嫌うのが今回のジナ。正反対とも思えるその行動は世界線が違うからで説明可能。ただし最後の言葉また会えるといいねは共通しており、そこで同一性を保っているようにも感じられた。ロリジナちゃんかわいい。しかし嘘を吐くのが嫌いとはいえ、エンジニア宣言やら船外でのあれやら、なんだログの幸せって、てか最近の流れ的にまさかとは思ったが、ユーリンチーは各世界線で女の子を落としまくって何してんだ。次は乙女ちゃん攻めようよ。嘘が嫌いなジナ。ドラマとともに人物を掘り下げていく鮮やかさに今回も舌を巻く。本作は1回ごとのリセット人狼ゲームから気づけば大河の人間ドラマへ。その転換は見事すぎる。ジナの一人称に三人称か視点が挟まる。ずっと有利、僕たち視点だった作品にスパイ視点下でラジ変するギミック。嘘をつきたくない女の子の低風景が物悲しかった。有利は覚醒時にジナがいた理由を察して接触した。園田さん、ジナを舞台から飛び降りさせた後悔、忘れられないだろう。サービスシーンも10話と同じく普段より少なかったし、視点人物で描写を変えてるんだろうな。こうなると普段サービスシーン多いのは視点人物であるゆうりくんが意識してるからということに、やはりおっぱいに負けてたか。ジナちゃんの静かな誠実さと本心が儚くて、その優しさとともに暗闇に満ちて終わっていくのが切なくて涙ぐんでしまった。第三者から見たユーリの少し異質な感じも見られてよかったです。突き放す言い方をしてしまったと後から謝ってくるユーリの男前度よ。死の恐怖から逃げるため、結果的に嘘をついた母、嘘が嫌で自ら死を選んだジナ。両者の対比でもってこの騙し合いゲームのコンセプト自体に一石投じる物語の立体感。女体化よりラブリーレスキューと連続で飛び道具かましてもまだそこが見えない。ジナの自己犠牲。その決断に至った彼女の強さと優しさにグッときた。最近の回が完全にギャルゲーで笑ってしまうけど、どんなに関係を深めてもループによって必ず終わりが来てしまうのが切ない。でも一回限りだからこそ、その分より深く我々の心に刺さる。また会えるといいねと、嘘が苦手なジナがあえて嘘をつき、有利と決別する。その無情さが胸に刺さる。9話あたりから今回まで、各話の展開と結末に、ずっと心を揺さぶられっぱなし。制作陣、特に脚本花田十騎士の筆のさえが際立っていて、本当に魅了されます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。